こんにちは。今回は工場洋室化シリーズの続きで漆喰塗りをやっていきます。まずはじめに石膏ボードの継ぎ目にパテを持っていきます。使ったパテはこのワイドスーパーです。素人でよくわからないんですけど、自動車板金用のパテと違って引けない割にすごく切削性がいいのでびっくりしました。パテを練る硬さも適当にやりましたけど、今まで20年の DIY 歴で不具合がなかったので多分大丈夫です。と言っても石膏ボードのパテ経験は3回目ですけど、パテは溝に対して横から入れ込んで縦にならす感じでやっていきました。ビス穴も一つずつパテ埋めしていきます。なんとか1回目塗りが終わりました。天井は木を貼ろうと思っているので壁だけです。あと漆喰は南面だけで、あと3面は塗装の予定です。次に当て木をした120番のペーパーでパテを平らにしていきます。平らにできたらこの20年前のファイバーテープをつなぎ目に貼ってクラック予防をしていきます。この交差する部分は重ならないように貼っていきます。後で盛り上がって目立つらしいです。よし、全部貼れました。ここから2回目のパテをしようと思ったんですけど、そもそもパテ自体が今回使う漆喰で良かったみたいです。その今回使う漆喰がうまく塗れるという商品です。石膏ボードに施工する場合は下塗りもパテもいらなくて、この仕上げ用だけで賄えると書いていますね。ファイバーテープをしてパテの要領で溝を埋めて乾いたら2度塗りでいいみたいです。塗装する面もあるのでパテも無駄ではなかったと思うようにします。5年くらい前に買ったままで放置してたけど大丈夫かな。自作のキャンピングカーの内装に使う予定でした。キャンピングカーの自作シリーズ中断の理由なんですけど、一時期自作キャンピングカーがすごく流行って事故のニュースが相次いでいたので中断しました。その時から見ていただいている方には説明もなくすみません。なんか水分少ない気もするけどこんなもんかな。漆喰塗りは初めてなので下手ですがご了承ください。ファイバーテープにしっかりつけながら1回目塗りをしていきます。今回塗った範囲は12平米くらいで、うまく塗れるが1缶で16平米塗れると書いてあるんですけど、塗れなくて5キロ買い足しました。2回塗り合計圧1ミリで16平米と書いてあるので、すごく分厚く塗りすぎたんだと思います。正直1回塗りでも石膏ボードの継ぎ目はほぼ隠れていたので1回で良かったかなという感じもします。
DIY で厚く塗っちゃった場合は1回塗りで終わるのもありかもですね。バッテリー切れで動画が中途半端になっちゃいましたけど、1回塗りが乾いてここから2回目塗りになります。2回目塗りは手で扇状に薄く塗り広げて終わりにします。思ったより大変でしたけど、なんとか塗り終わりました。今回使った資材類も概要コメント欄に載せておきますので参考にしてください。次回は残りの壁の塗装編をアップ予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。